どうも、きすみです。こちらは、鉛筆です。はい、この鉛筆、ちょっと開封してみます。おら！はい、こちらの鉛筆はどこにでもある、何の変哲もない普通の鉛筆です。なので普通に、こういう風に書けます。で、今回、この鉛筆を使って何をするかというと、皆さん過去に鉛筆って何本買いましたか？この鉛筆ってよくなくしてしまうんですよね。で、なぜなくすかというと、もうちっちゃいんですよ。こんなんね、普通にこうやってプーンってなったったら、もうほら、どこ行ったもうどこ行ったわからへん。で、わかんなくなっちゃうんですよ。なんで、今回はこの鉛筆を使ってバカクソでかいペンを作ってみたいと思います。よろしくお願いします。それでは今回ジャイアントペン 3.0 というものを印刷していきます。かなり大きいですが、市販で売っている鉛筆を使って機能するようです。印刷プレビューです。13時間12分かかります。パッと見るとボールペンの形状がわかりますね。ただ、よくわからないパーツもいくつかあります。楽しみです。じゃあ、印刷してこっか。ということで、完成しました。クソデカペンのパーツです。はい。このデータの素晴らしいところは見てください。いつもサポートとか土台というものを剥がしてるんですけども、1回の印刷でこんな綺麗に作れてしまうんですね。それにしても今回かなりパーツの数が多いので、早速、組み立てていきたいと思います。はい。それでは早速、組み立てていきます。まず、この鉛筆と、こちらのなんかつまみみたいなパーツをこのように合体させます。これ素晴らしいのが、これいろんなものに対応できるように、ここはかなり緩くなってるので、結構いろんなペンとかにも対応しているそうです。そしたら次に、この先端に、このパーツをはめ込んでいきます。おー！がっちりとはまりましたね。よく見るとここネジになっていて、このようにがっちりと締まるようになってます。次にこの反対側からこちらのパーツをはめ込んでいきます。ここまでか。はい、見てください。こんな感じですね。はめ込みが完了しました。ここまでできたら、次に輪ゴムを用意します。はい、私のチャンネル、非常に輪ゴムを使う機会があるので、もういつでも常備されています。それでは、この輪ゴムをやべもう鉛筆の先端折れた、もう。はい、この輪ゴムを、ここに引っ掛ける。で、クロス刺して、ここに引っ掛けます。ここに引っ掛けて、マジ太すぎるな、このゴム。で、また反対側に引っ掛けると。はい、できました。はい、こんな感じで、両方ともクロス刺してる状態で輪ゴムを引っ掛けます。全体像はこんな感じです。なんかもうさ、すでにさ、なんかすごいことがさ、起きそうな感じするような、もうこれもう頭の賢い感じするもん。はい、そしたら、鉛筆サイドはとりあえずここまで。次はこのバカクソでかいボールペンの上部分ですね。はい、この筒の中に、このカチカチ。みんながボールペン使うときにカチカチ押す部分。これがね。これをここの中に入れる。ほら見てこれ完璧ほら。押す部分。完璧これ押す部分。ちょっと待って。でんくなった。ほら見てください。もうこれ。もうかなりボールペンに違うって。このクリップでかすぎやろ。どこに刺すねんこれ。そしたら次にこのパーツを中に入れます。はい、今2個パーツがですね、この中に入りました。中がすごいカラカラいってますね。はい、そしたら次にこのパーツを中に挿入していきます。つまり、ここを押すと、ほら、ここが動くんですよ、こうやって。すごい。もうすでにかなりできてきてますね。はい、では、このパーツで、はい、押さえ込みます。はい、そしたらもう終盤ですよ。この先端の持ち手のグリップの部分ですね。ここに、先ほどの、この鉛筆を差し込んで、そしてこの2つのパーツを、ぐっつっと、入れれば完成しました。バカデカペンです。これ、えぐないでかすぎやろ。では、実際に使えるのか試してみましょう。これ、両手で持たないと上押せないですね。では、いきます。ほいほいちょっと待って、ミス。はい、じゃあ行きます。おーすげえほらここは、押したまま戻ってきてなくて、先端から、とても小さな鉛筆が出てきています。では、実際に書いてみましょう。きすみと、きすみ。なんか幼稚園児が書いたみたいな字になるな。はい、ということで皆さん今回の動画いかがだったでしょうか？今回は鉛筆を使ったクソデカペンを作ってみました。もちろん押すと、ほら、このように戻ることもできます。でも正直クソデカすぎて確かになくさへんけどバリクソ邪魔。でもこれ受験とかで使うともしかしたら周りにプレッシャーをかけれるかもしれません。良ければチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。じゃあ。
またねー。